おはようございます。先週末仕事を辞めて昨日からロードトリップをまた開始しました。今回はサンシャインコーストから北の方に向かってて、ブラックダウンテーブルランドとエアリービーチに向かっていきます。エアリービーチではシュノーケルをやって、帰りは途中の街を巡りながらサンシャインコーストに戻っていこうと思っています。で昨日はちょっと昼までちょっと予定があったんで、そこから出発したんで5時間ぐらい運転したのかな。本当はもっとブラックダウンテーブルランドのもっと近くまで行きたかったんですけど、夜ちょっと暗い中田舎道走るのがちょっと怖かったんで、途中のビロエラっていう街にエニタイムがあったんで、エニタイムでシャワー浴びて、でそのちょっとだけ先行ったところのジャンビンっていう本当に小さい町のジャンビンホールっていうところにキャンプできる場所を見つけたんで、そこに泊まらせていただきました。ここからもブラックダウンテーブルまで2時間半ぐらいかかっちゃうんで、今7時過ぎぐらいなんで向かってって10時ぐらいからハイキングできたらいいかなって思ってます。でね、今回こういうジャンビンホールっていう CWA っていう人たちがやってるのかな。ホールの裏の土地が平らな土地が余ってるからっていうので、そこでキャンプできますよっていう。で先にこっちの方には休憩所もあって、でバーベキューのコンロもあるし、ゴミ箱もあって、でトイレもちゃんとあるから、で夜も空いてたかな。寝る前までは空いてた。で夜中も閉めてる感じじゃなかったから、多分24時間空いてるのかな。この裏手側朝日が綺麗だった。もう結構上がっても眩しいに、こういう感じで芝生の平らな場所があるから、ここでキャンプしていいですよっていう。僕の車は止めました。無料っていう感じではなくて、一応寄付してくれると嬉しいですみたいな感じで、こういう感じのお金集金ボックスが置いてあったんで、僕は昨日の夜に持ってるだけの小銭を入れさせていただきました。ありがとうございます。それでね、昨日の夜ここから入ってきたんですけど、もう真っ暗だって何も見えなくて、しかも車が誰もいなかったからちょっと不安で、本当に止まっていいのかなっていう感じだったんですけど、集金ボックスを見つけたんで大丈夫だろうと思って今日はここで寝ました。なので出発していきたいと思います。今ちょっと運転してもらってるんで、その間少し話そうかなって思って。今日は4月7日で、先週の木曜日で仕事が終わって、イースターの連休もあったんで、昨日までの月曜日まで仕事場にステイさせてもらってたんですけど、その間にバンがまだ完成してなかったから DIY を進めて、やっと 98% ぐらいは完成できたかなっていう感じで、いい感じにできてきたんで、今度バンの紹介動画も撮れていけたらいいなって思ってます。で仕事はこの前まではナーサリーって言って植物を育てる仕事をしてたんですけど、その話もちょっと他の別で動画撮っていきたいし、オーストラリアにいると本当になんかいろんな動画撮りたいことあって、でも編集がちょっと遅すぎちゃって、今4月なのにまだ年末年始のロードトリップすらまだ全部出せてないから、なるべく頑張っていろんなのをこれからも楽しいのを上げていこうと思うんで、ぜひチャンネル登録してくれたら嬉しいです。で昨日は出発する前にナーサリーのオーナーに挨拶しに行こうとしたんですけど、オーナーは僕が今日の朝出発すると思ってて出かけちゃってたんで会えなかったんで、用意してたプレゼントだけ置いてきました。なんで今回ロードトリップ終わったらまたサンシャインコースト通るので、その時に挨拶だけしに寄ろうかなって思ってます。オーナーのお父さんがファームやってて、でそのお手伝いもちょっとしてたんで、お父さんの方にも挨拶しに行ってて、プレゼント渡したらパッションフルーツとバナナとカスタードアップルをたくさんいただきました。でこの仕事は約6ヶ月ぐらい
10月から4月までの6ヶ月ぐらい働いてて、本当にいい人たちばっかですごいいい思い出になりました。それで今回のロードトリップなんですけど、行く前にサイクロンが結構北の方に発生してて、それの影響でちょっと晴れるか分かんなかったけど、遅くなったのとサイクロンがそれてあんまり影響がなくなりそうだったんで、計画通りレアリービーチに向かうことにしてます。無事に晴れてシュノーケリングできたらいいなって思ってます。こんな感じですかね。ちょっと喋りたいことがいっぱいあるけど、ここら辺で終わりにしとこうか。ではブラックダウンテーブルに着いたらまた動画回します。ブラックダウンテーブルの入り口のところに着きました。ここまではこの感じでちゃんと舗装されてる道で、ホースショールックアウトかなの駐車場に一旦止めてます。でこの先がこういう感じになっていて、ここから舗装されてない道でも結構みんなが走ってるから雨も降ってないし硬いんだけど、どういう感じなんだろう。一応こういう感じで4区がおすすめっていうかが推奨されてますよみたいなって書いてあるんだけど、ちょっとこの先に進まないと俺らは滝に行けないので、気をつけて行くだけ行ってみようかなって思ってます。まずはさっき止めた駐車場のところの 100メートルで2分でなんかルックアウトあるらしいから、ちょっと行ってみようかなと思います。2分って言ったけどもう目の前でした。一旦景色を楽しんでいこうかなって思います。着きました。ちょっとね、ギリギリ駐車場までは着いてあそこに止めれたんだけど、正直おすすめマジでしない。本当にギリギリなんていうの、天気も良かったし地面も乾いてたから行けたけど、本当だったらマジでおすすめしないし、来るんだったら4区でやっぱり来た方がいいね。ここに止まってる車たちもみんな4区だね。この車4区じゃないわ。4区じゃないけど SUV だからちゃんと4区で来た方がいいと思います。でこれからそのレインボーウォーターズっていうところに歩いていって、滝壺のところで泳げるっぽいんで、そこに向かっていきたいと思います。では行ってきます。Rock pool, make sure you take the path that goes up, Goes up? because it's going to be a fork maybe like 100 meters away, Yeah. and the fork is to go to the top of the waterfall, and the rock pools are just at the top. Okay. So if you take the path on the right, you go to the rock pools. Okay. Thank you. No worries. 今240段のステップっていう看板があったんですけど、そっから左の方にステップを降りてったら滝が下から見れるみたいで、そこで他の観光客の人に教えてもらって、右の方に歩いてってまた分かれ道があるから、その左に行くと滝を上から見れるっていう道で、右に行くとその俺らが今
目的してるロックプールの方に迎えるよっていうのを教えてもらったんで、そっちに向かっていってます。今40分ぐらい歩いて、だから35分ぐらいで多分もうさっきの看板に着いたのかな。楽しみだな、ロックプール。でも結構人とすれ違ってるから人は多いかもしれないけど、 Keep going, keep going 歩いて Let's go, let's go。 ロックプールに着きました。でもまだちょっと人が多くて、結構5組ぐらいいるんじゃないかなって多いんで、ちょっと先にランチを食べようと思います。多分まあ50分ぐらいで 2.12 キロぐらいここのロックプールまで着きました。でも今見てみたんだけど、ちょっと思ったよりそんな綺麗なわけではなかったけど、まあ楽しんでいきたいと思います。もうちょっとね、人が空いてから入りに行こうかなって思ってます。ひとまずランチ食べていきます。 OK。ロックプール飛び込んできました。その後ちょっとだけレインボーフォールズの方も覗いて、でドローンをもう240段のステップを下がるのはちょっと大変だったので、そこら辺から飛ばして、滝の映像だけちょっと撮りました。で今帰ってるところです。でね、もう2時半だから駐車場着いて、もうキャンプ場に向かっていかないと。帰り道もちょっと砂利道がどうなるか怖いけど、まあ気をつけて運転していきたいと思います。ロックプールはね、思ってたより小さいから人が混んでる時はちょっと入りにくいかもしれないけど、ちょっと好き始めてから入ったから、大きいのが一つと、そのもう一段下に小さいのが一つあって、でそこともう一個小さい穴があって、下がつながってるから泳いでそっちに通っていけるみたいな。でね、水中の映像もちょっと軽く撮ろうとはしてたんだけど、ちょっとこの DJI なので初めて水中撮ってみたから、あんまりちょっとうまく撮れなかったかもしれないけど、でも水は思ったより綺麗だったかも。最初見て思った時よりは。入ったら結構でね、冷たいって書いてあったんだけど、そんなに冷たくもなかったし、今はもう水着のまま歩きながら乾かしてます。では駐車場まで頑張って歩いてきます。前にちょっと車がいるからね、ゆっくり行けてラッキーだけど、砂ぼこりがえぐいね。ちょっとさ、もういっぱいいっぱいだったからさ、これ登るのとか怖すぎたの。
無事にデコボコ道を帰ってこれて、ディンゴっていう町のバン&モーターホームパークっていうところに着きました。で今日はここで有料なんですけど、1泊2人で25ドルで、アンパワーだから電源はないんだけど、まあ別に今のところ大丈夫かなと思って、パワーありだと40ドルになるのかな。だから25ドルの安い方にしました。で今日は寝て、明日エアリービーチの方に向かってくんで、今日はこんな感じで終わりかな。でまた明日から次の動画でエアリービーチ編を撮っていこうかなと思ってます。じゃあ最後今日のキャンプ場だけちょっと紹介して、まずこんな感じでオーニングを出しました。なんか一応キッチンがあって、でパワーある人たちはここら辺の内側にちゃんとサイトがあるんですけど、このアンパワーの人たちはここの芝生を自由にって感じで、こんな感じで誰も他には俺ら以外にアンパワーはいないみたいっていう感じで、今日のブラックダウンテーブルはおしまいです。最後まで見てくれてありがとうございます。また明日エアリービーチ楽しんでいこうと思います。ではバイバイ。